この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラストが1日で上手くなる方法というテーマでお送りしていきたいと思います。僕は以前3ヶ月上達法という動画を出しました。この動画は僕のプロイラストレーター歴19年の中で最も効果が高かった方法、そのやり方を実例付きで紹介した内容で、リスナーさんからも大変反響があったんですが、と同時にこんな意見も多く寄せられたんですね。3ヶ月辛そう、もっと手っ取り早く上手くなる方法ないですか？さすがにそれはちょっと楽しようとしすぎです。だって長い人生の中たった3ヶ月だけですよ。もう十分短期間、そんな短い期間の努力にも耐えられないようじゃダメ。そんな都合のいい方法なんてあるんです。いや、あるにはあるんですが、でもですね、これちょっととっておきな方法なのと、あと少し危険な方法です。3ヶ月上達法は劇薬と言いましたが、今からお伝えする方法はもはや毒薬。服用の際には十分ご注意くださいね。それではもったいぶらずにその方法を先にお伝えしちゃいますね。1日で劇的に絵が上手くなる方法、それは1日のうちに13時間絵を描き続けること。これです。は？何言ってんの？くだらねえ、ただの根性論かよと思ったあなた、それ完全に勘違いですよ。これにはきちんと理由があるんです。もし皆さんの中に、頭の中に理想像があるんだけど、なんかその理想の絵が描けないんだよな、だから気持ち悪くてつい絵を描くの嫌になっちゃう、そんな方がいたら今回の動画要チェックです。この動画を見ていただくことで、なぜか自分の頭の中の理想像が描けないという気持ち悪い状態を払拭して、あれ？各線全部気に入った線になっちゃう、私って天才？そんな超気持ちいい状態を経験できると思います。そしてなんでそんな状態に突入できるのか、その仕組みをご理解いただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。1日上達法のやり方。まずはやり方をご説明しちゃいますね。やり方って言っても単純で、13時間絵を描き続けるだけなんですが、1点だけ注意点があります。それは何かというと、一つの絵を13時間描き続けるんじゃないということです。この上達法の一つ重要なポイントとなるのはですね、ラフを量産する、これです。絵を仕上げないこと、そこに時間を使わずに、とにかくその前の段階、ラフまでの段階を大量に繰り返します。ここがポイントです。どの程度のラフかは人それぞれでも良いですし、13時間のうちに変化させていっても大丈夫です。このようにポーズラフだけをひたすら繰り返していってもいいですし、線画まで進んだもの、グレーで塗ったもの、色ラフまで進んだものなどなど、その時々の気分や調子によって変化させていって OK です。最初に言っておきますが、初めの数時間は結構気持ち悪い状態が続くと思います。特に絵の仕上げ段階で完成度を高めるタイプの人にとっては、それ以前のラフまでの段階を大量に繰り返すわけですから、うわーこれからが楽しい作業なのにという歯がゆい気分になるでしょう。全然うまく形が取れない、気に入った絵にならないという感じで、結構イライラするかもしれません。特に最初の 4,5 時間ぐらいはそういう無力感でいっぱいになる時間です。なんで俺はこんなに絵が描けないんだ、もうやめた。9割の人がここで絵を描くのをやめてしまうでしょう。皆さんも身に覚えがあるんじゃないでしょうか。でもですね、今回だけは耐えてください。この最初の 4,5 時間を耐え抜くことがこの方法の最大の難関です。何としてもここを耐え抜いて描き続けてください。もちろん休憩を挟んでもいいですし、ご飯も食べてください。ちゃんとトイレにも行ってくださいね。何も一瞬たりとも休んじゃダメということはありません。重要なのはとにかくラフを描き続けることです。この最初の気持ち悪い段階を耐え抜くことができると、6時間超えたあたりから徐々にさっきの気持ち悪さが抜けていきます。何を描いても全然思い通りにいかない、そんな無力感からはやっと解放されて、この絵頑張って仕上げればいい感じになるかもというようなラフが描けるようになってきます。でもこ
こでのポイント。何度も言うように、その絵を仕上げに入ってはいけません。この上達法のポイントは、ラフを描き続けることなんです。仕上げたい絵ができ始めますが、それは一旦置いておいて、新たなラフを描き続けましょう。そして、さらに描き続けていきます。10時間超えたあたりから不思議なことが起こり始めます。最初の4時間までの何を描いても全然気に入った形にならない。そんな状態が嘘のように消え去り、どんどんアイデアを形にしていける状態に入っていきます。あれ？俺、絵上手くなったという感覚をこの段階では得ることができるでしょう。この絵を仕上げたい。絶対名作になる。やばい作品が描けそう。そういう衝動に駆られますが、我慢です。当然ここでも絵の仕上げ段階には移らず、さらに新しいラフを描き続けていきます。仕上げたいけど我慢してラフ。さっきまでの我慢とは全然違う種類の我慢ですね。そして13時間を超えたあたり、ここからがすごいです。無敵状態が発動します。ここからの 1,2 時間がとにかくやばいです。もうね、自分は天才なんじゃないかって本気で思えるぐらい、そのぐらい引く線全てがクリティカルヒットします。ちょっと待って、何これ、こんなに楽しいことってあるの？もしかして俺覚醒しちゃったかも。もう絵を描くのが楽しくてたまらない状態に突入していきます。この状態で鏡を見てみてください。もうすごいニヤニヤしているあなたが映っていると思いますよ。もうそのぐらいテンション爆上がり、表現できないぐらいものすごい状態です。ただね、もうかれこれ13時間以上描き続けていますし、絵を描いたことがある人はわかると思うんですが、ラフの段階が一番疲れる作業です。なぜならそれは0を1にする作業、無からU を生み出す作業だからです。そのため無敵状態に突入した頃にはすでに体力の限界を迎えています。描くの気持ちいい。そういう脳内麻薬のみで動き続けているような状態なので、このボーナスタイムはだいたい 1,2 時間ぐらいです。それが過ぎると急激に眠気が襲ってくるでしょう。寝てください。素直に寝てください。それ以上描き続けることは体に毒です。そしてあなたはこんなツイートを残して寝落ちするでしょう。楽しい。もっと上手くなりたい。デメリット。さて、この上達法のデメリットですが、この無敵状態ですね、寝るとなんとリセットされます。すぐに元の状態に戻ってしまうんですね。無敵状態がずっと続くと思った方、残念。次また素晴らしい状態から再スタートできるかと思いきや、そうはなりません。また気持ち悪い状態からスタートです。あんなに体力と精神力を使ったのに元に戻っちゃうのってがっかりしましたか？でもね、完全に無駄になるかというと、僕はそうは言い切れないと思うんです。以前僕はこんなツイートをしました。1日で画力を上げる裏技が存在する。それは1日13時間以上描き続けるという単純なものだが、効果は絶大。それまでどう描いても思い通りに引けなかった線が13時間超えたあたりから何を描いても思い通りに線が引ける状態に突入する。ただこの方法の唯一の欠点は寝るとリセットされることだ。このツイートに対して当時様々な反応をいただきました。俺もやったことあるけど次の日に見たらよく描けていたと勘違いしていただけだったとか、死ぬからやめろという否定的なものから、これをやったおかげでスランプから抜けられた、何回も繰り返したら絵が上手くなったなど肯定的なものまで。確かにこの方法で得られる効果はずっと続くようなものではありません。そして体力的にも結構きついですね。ですが完全に無駄かというと、僕はそうじゃないと思うんです。僕自身実際にこの1日上達法を練習に組み込むことによって上達の効果を効率的に高めてきた実感があるからです。なので次のパートではこの方法が無駄にならない理由を、1日上達法の3つのメリットをご紹介しながらお伝えしていきたいと思います。メリット1、本当の実力が引き出せる。この動画を見ている人の中で自分の全力って経験したことがある人いらっしゃいますか？いや当然そのぐらいあるに決まってるでしょって思った人、それ本当ですか？皆さんこんなことってありませんか？描いても描いても思ったような線が引けない。だから気持ち悪すぎて自分の絵が下手だって分かるのが辛いから描くのをやめてしまう。こんなことよくありますよね。これがなぜ起こるのか、その原因は自分の全力が
出せていないからなんです。これ分かりやすいように図にして説明しますね。ここに2本の線があります。上の線はあなたの知識レベル、つまり自分はこのぐらい書けるはずという自分自身に対するイメージ、あなたが思う自分自身のマックスの力を表しています。そして下の線はあなたの技術レベル、つまりそうは言っても実際書いてみたらこのぐらいしか書けなかったという実際の実力を表しています。ここで問題になるのは、自己イメージと実際の技術レベルにはギャップがあるということです。あなたがあなたの実力はどのぐらいですかと聞かれて、イメージする自分自身の能力はここ、知識レベルのラインをイメージしますが、実際に書いてみるとそれよりも低い技術レベルのラインしか実力を発揮できません。これぐらいできるはずと実際はこれしかできていないというイメージのズレ、このギャップこそが気持ち悪い原因なんです。つまり逆を言えば、知識のラインと技術のライン、この2つがピタッと重なった時、それが自分自身のマックスの実力を発揮できている時、とても気持ちいい状態なんです。ではなぜ僕らは常にマックスのラインに到達できないのか。それは簡単です。ウォーミングアップできていないからです。そう、絵って手を使って描きますよね。手、つまり身体性を伴っています。皆さんは絵をそんな風に見たことはないかもしれませんが、絵は体を使う以上、ある意味ではスポーツと同じです。完全に自分のイメージ通りに描く、つまりイメージ通りに体を動かすにはウォーミングアップ、準備が必要なんです。スポーツでも本気を出すには準備が必要ですよね。トレーニングを積んでウォーミングアップをして体を温めて、そして初めて本気で走れる。逆に言うと、その下準備がないと本気すら出せないんですよ。試しに今から全力で 100m 走ってみてください。きっと常日頃トレーニングしていない人は自分自身がイメージするようには走れず、意識に足が思ったようにはついてこず、足がもつれてしまう、ものすごく気持ち悪い状態になるんじゃないでしょうか。実際には走らないでくださいね。準備運動なしじゃ多分怪我する人いると思うんで、僕もこれに似た状態たまにあるんですけど、久しぶりにやる気を出して10キロぐらい走ってみると膝が痛くなってしまって途中から走れなくなってしまうことあるんですよ。やる気はあるのに体がついてこない、そんな状態です。だからスポーツの場合には本気を出す、ただこれだけのためにゆっくりゆっくり体作りをしていかなければいけません。なぜならそれをしないと体が壊れてしまって、そもそも本気すら出せないからです。でも基本的にはこれと同じです。準備なしで実力を発揮することはできません。ただ基本的にはそうなんですが、絵の場合はですね、ある程度体作りの段階を無視することができちゃいます。なぜならスポーツと違って体への負担は比較的少ないからです。手袋をするなど手への負担を減らしながら描けば、短期間のうちにマックスの状態まで無理やり持ってくることができるんですね。その最高到達点までに持ってこれるまでの時間がだいたい13時間かかるというわけなんです。そうなんです。この方法は本来コツコツと続けていかなければ完了できない、全力を出すための下準備を無理やり1日のうちに完了するやり方だったりします。自分の中に眠っている能力を引き出して、知識のラインに技術のラインを追いつかせるための方法です。つまり今の自分のマックス、本当の実力をこの方法によって引き出すことができるんですね。もちろんデメリットでもお伝えした通り、知識のラインに到達できるのはほんの一瞬です。ですがここに繰り返し何度も到達することで、徐々にこのギャップが縮まっていき、より短い時間で知識のラインまで技術のラインを持ってくることができるようになります。そしてそうなるとさらなる知識欲が生まれ、この限界も同時に引き上がります。確かに1日上達層1回の効果はほんの幻のような効果しか得られませんが、何度か実践することによって自分の中に眠っている本当の実力を引き出し、そして同時に高める効果が期待できます。この点はとても大きなメリットということができると思います。メリットにネタをたくさん仕込める。ここでこう思った人がいると思います。なんだ、一回やっただけじゃ無駄なんだ。いえ、そうとも言い切れません。なぜかというと、1日上達法のメリットその2、これが結構大きなメリットなんですけど、いいネタをたくさん仕込めるというのがあるからです。皆さん絵を描くときネタ出しって
苦労しません？さっきも言ったように、そもそも絵って無から有を生み出す作業です。少しでも絵を描いたことがある人はわかると思いますが、これが本当に大変です。そもそもこれが描きたいと思えるような絵を描けない問題。人間にはバイオリズムがあります。調子が良い時もあれば悪い時もあります。調子が良い時にはアイディアもポンポン浮かんできますが、悪い時にはどう頑張っても浮かんでこない。皆さんもそういう経験あると思います。1日上達法でマックスまで高まった状態は確かに一瞬ですが、この時のアイディアを形にする能力は最高に高まっている状態です。湧いてくるアイディアを全部形にできる状態になっているので、後で描きたくなるようなラフを大量生産できます。この絵このまんま描いてったら名作になるじゃん。そういう絵がどんどん生まれちゃうんですね。つまり良い下書きがたくさんできるってことです。これはもう絵描きにとっては宝の山とも言えると思います。確かにその時のマックス状態は維持しておくことはできませんが、その時の調子のいい下書きは残るということです。その下書きを使って絵を仕上げれば、そこまで最高な状態じゃない時でも魅力的な絵作りが可能になっちゃうんです。一番体力を使うラフの段階、0を1にする作業はマックスの時に行って、1を膨らませていく仕上げ作業はその後でやる。そういう反則技もイラストの場合には使えちゃうんですね。確かに一回この方法を実践するだけでは成長という意味でのメリットはあまり期待できないかもしれませんが、ネタ出しという意味での効果は抜群です。最近なんか気に入ったネタ浮かんでこないな。そもそも描きたいって思える絵がなかなか描けない。そんな人は体力のある休日などに一回この方法を試してみると良いかもしれません。きっと素敵な下書きが大量に生まれるはずですよ。メリット3、やればできるプラス無敵状態。先ほど使ったこの図の知識のラインと技術のラインのギャップ、このギャップ分だけ気持ち悪さが増えていくという話をしました。そしてその気持ち悪さに負けて書かない時間が増えれば増えるほど、このギャップがさらに開き、無力感に苛まれてしまいます。俺はどうせ書けない人間なんだ、そういう感覚に陥ってしまうんです。そしてそうやって自分にはできないって思っている人は残念ながら上達もしにくいです。なぜなら絵が上達するには絵を描くのって楽しい、絵を描くのは気持ちいい、そう感じることが一番の原動力になるからです。今回紹介した1日上達法、この方法で手に入るのはまさに描くのって気持ちいい、この感覚そのものです。自分の全力でプレイできている感覚、何を描いても最高の絵に仕上げられる予感、描いた分だけちゃんと返ってくる手触り感、これこそが絵を描いていて楽しいと思える源、絵の上達にとって一番大事なポイントなんです。こういう言い方をするとなんかハードル高そう、本当にそんなところまで到達できるのかなって尻込みしちゃう人もいるかもしれません。でもね、実際はそうでもありません。だってこれは自分の限界を超えろとかそういう話ではないんです。ポイントなのはこの段階では知識のラインよりも上は関係ないということです。あくまで目指すのは自分の知識のライン、限界を超えて知識のラインの上に行かなければその気持ちよさは手に入らないという話であれば、これはちょっと厳しそうですよね。それはかなりの時間と忍耐、そして覚悟を要するかもしれませんが、今目指しているのはあくまで自分の限界の範囲内の話です。この地点までであれば時間があれば誰でも確実に到達することができます。そして知識のラインに技術のラインが一瞬でも追いつく瞬間があれば気持ちいいと誰しも感じられるということなんです。そう、この方法のメリット3つ目は、やればできるが13時間で手に入るということなんです。これだけでもやる価値は十分あるんですが、これにはまださらにその先が存在します。13時間で手に入る、やればできるという感覚のその先、それこそが書いた線全部がクリティカルヒット、そう無敵状態です。よくツイッターなどでずーっと絵を描いているのに、その上でよし息抜きに絵を描くかみたいな人
いません？あれを見て、あの人は才能が違うからって思う人いると思うんですが、違います。あれはまさにこの状態。ずっと書いているから、その瞬間自分の限界値でプレイできていて、最高に気持ちいい状態なんです。その状態での発言です。だからもうむしろ書くのをやめたくない。この状態でずっと走っていたい。そういう無敵状態に彼らは入っているんですね。僕も実際にこの3番目のメリット、無敵状態効果を前に紹介した動画、3ヶ月上達法を実践する中で意識的に利用していました。あの方法を実際に試してくださっている人の報告、Twitter でたくさん上がってきます。実践してみて改めてわかると思うんですが、あの方法結構きつい方法です。ですが僕がある意味あの方法を楽しんでやりきることができたのは、さすがに毎日ではありませんでしたが、この1日上達法を程よく練習に織り交ぜて、うおー俺天才、今なら何でも書けそう、そういう無敵状態を意図的に作り上げていたからだと思います。あの動画の途中で僕が1日に13時間以上書き続けていたというエピソードを紹介していると思うのですが、まさにこの1日上達法のことを言っていたんです。そしてこの状態にいる人間はめちゃくちゃ強いです。作品をどんどん作れるようになるのはもちろんそうなんですが、さらなる成長を遂げることが可能な段階に入っていくんです。つまり今の知識のライン、ここの気持ちよさを知ってしまったので、もっと上でプレイしたらどんだけ気持ちいいんだろうと考えるようになり、このマックスのラインをさらに上に引き上げる意欲が湧いてくるんですね。まあこれ実は僕だけじゃなく、いろいろな方が取り入れているやり方です。よくツイッターで神絵師がうおーもっと上手くなりたいって言っているのを見かけませんか？あれはですね、まさにこの状態に入っているんです。今まさにマックスでプレイできている。そしてもっと上の段階でプレイしてもっと気持ちよくなりたい、そういう意味で言っています。もうね、純粋な向上心の塊、決して周りに対しての嫌味で言っているわけじゃないんですよ。どうです？めちゃくちゃ気持ちよさそうじゃないですか？ワクワクしませんか？あなたもそうなれたらいいですよね。なれます。なれちゃいます。もしあなたがこの13時間練習法を取り入れると決意して、最初数時間の辛いトンネルをくぐり抜け、8時間目のこの作品を今すぐ仕上げたいという誘惑に打ち勝ち、そして13時間目に突入した時、あなたは到達することができるでしょう。やべえ、俺天才かもしんない、そう心から思える無敵状態に。以上が今日僕が伝えたかったことです。今回の動画で何度か紹介した3ヶ月上達法、そしてその3ヶ月上達法の効果をさらに高めるためにリスナーさんの疑問に答えていった動画、3ヶ月上達法回答編については下の概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。